こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、ホンダのスーパーカブ110だ。出ました。ザ働くバイクの横綱、数々の伝説を持つスーパーでカブなバイクですね。最近のホンダは、過去の社名や有名バイクの復刻モデルに熱心な雰囲気だったけど、ようやく本命バイク、ホンダの屋台骨となる新型スーパーカブ110が発表されたな。このジャンルは、ホンダのアジア販売台数の運命を握るバイクですね。2021年のホンダ二輪車販売台数見通しは、約1700万台。うち、1600万台がアジア販売台数だ。じゃ、我らが日本は？日本と欧州と北米合わせて100万台ぐらいだな。すごい差ですね。アジアのバイク需要にはいつもながら驚きです。庶民の足であるスクーター、特に株の進化内容は売り上げに直結している。創業時から続く超ロングセラー、スーパー株の変更内容をサクッと考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、スーパーカブ110点。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。じゃ、はじめ、か。1、スーパーカブって、超ロングセラー&販売台数1億台。株はホンダが1958年から現代まで製造販売し続ける超ロングセラーバイクだ。フォースト手操作不要の自動エンジンクラッチ大きな風貌と、発売当時から変わらぬ仕様のバイクだ。2017年には、スーパーカブシリーズ世界生産累計1億台達成がニュースになってましたね。これ以外にも、スーパーカブ界隈では今でもたくさんのイベントが行われている。最近の話題だと、名阪上のドライブインで株オフイベント。アニメ、スーパーカブ、天気の子。高級版 C125 誕生。とかな。初代から60年以上経った今でも、こんなに話題になるなんてね。まさに継続は力、だぜ。2つの株。スーパーカブって排気量が2種類あるけど、今回は両方モデルチェンジしてるの？モデルチェンジしたのは110の方だ。50は現状維持。元祖は1958年発売のスーパーカブ C100 と言っても 50cc ですが、カブニストとしてはこちらの方が気になるんじゃないんですか？そうだな。2022年11月以降も生産継続するには令和2年排ガス規制への対応が必要だ。急がないと、間に合わない。だがしかし、50cc の原付1種は、少し話が違うんだよ。対応期限が2025年11月まで延長されてるんだ。二輪用 ABS 義務化についても、原付1種は免除されている。なので、まずは問題なしだ。そうなんだ。でも、それ以上に深刻な問題があるんだわ。何？ 50cc の販売台数だ。この資料を見ると、2011年の国内 50cc 版販売台数は約25万台あったのが、2020年には12万台まで減ってきている。約半分まで減ってきてるのね。これはビジネスバイクとファンバイクの二極化が原因だと言われている。この状況を踏まえ、次のスーパーカブ50がどうなるかを考えると、最新の排ガス規制以前に、今後の 50cc モデルの販売台数ペースが心配になってくる。そうなると、50cc 終了？それも考えられるし、EV 系やスーパーカブ110へ統合し 50cc は終了。ってことも十分考えられる。なので、ファイナルモデル祭りに巻き込まれないように、価格が安い 50cc 株を今ゲットしておくのもいいかもな。さて、どうなるのでしょうね。増え続ける株ファミリー。ここ最近、ホンダの復刻シリーズが好評ですが、株にも色々派生車種があるんですよね。そうだ。歴史が長い株ならではの特徴だ。贅沢系なら、排気量が 125cc になったスーパーカブ C125 だな。株だけど、キーレスや切削加工ホイールを装備してるぜ。これはギャップを楽しむ乗り物ですね。遊ぶ系なら、街乗りもアウトドアも行けるハンター株クロス株だな。畑仕事の相棒になるバイクだから、あぜ道や砂利道走行なんてお茶の子さいさいだ。オフロードを走れる株なんて最強じゃないですか。ほんとそう思う。で、走る系なら、スポーツ株だな。何それ？1960年代に発売された、スーパーカブのスポーツ仕様だ。フレーム形状こそプレスバックボーンだが、バーハンドルにアップマフラー、大型燃料タンク、マニュアルクラッチ採用やエンジンハイカム化など、もうほとんど株じゃないけど株だ。これが、次のホンダ復刻シリーズに選ばれて欲しくて、ネタにしてみた。確かに。先日ダックスが発表されたし、ミニモトシリーズは一旦終了して、次はスポーツ株の復刻を願う。そそるぜ、これは。株の未来。で、そんな復刻シリーズの企画ネタとしては面白いスーパーカブだが、やはり気になるのは次世代スーパーカブだ。ですね。誕生から60年以上経ちましたが、株の基本となるスタイル、エンジン、操作方法は全く変わってませんからね。あえて変えないのかもしれないけど、この60年間、株を大きく進化させる技術革新はなかった、ってことですか？そういうことになるな。エンジンをキャブから FI へ見直したり、パーツの素材を見直したりして、燃費や出力は昔に比べたら格段にアップしているが、そうした改善もそろそろ限界に思える。それに、ガソリンエンジンを動力源にする限り、カーボンオフセットからは逃れられないしな。
次世代エネルギーを使った乗り物が開発される昨今、センセーショナルな株の再登場を期待するぜ。それじゃ、新しい株の誕生を願いつつ、60年間の間磨き続けられてきた現行株のスペックをチェックしていきますか。2、スペック考察。カラー&デザイン。今回のカラーリングは、こちら。グリーントレーブブルーメタリック。バージンベージュ。パールフラッシュイエロー。クラシカルホワイト。タスマニアグリーンメタリック。こんなカラフルな株が見られるなんてな。でも、リーダーカラーのレッドがないんですね。レッドは、株60周年記念特別使用車として発売されてた。まさに戦隊レッド。どの色がお気に入りですか？やっぱり、タスマニアグリーンだな。この色の株と田園風景ってのは、ザ昭和の日本って感じですね。リアキャリアに大きなカゴを積んで、長いクワを携えて走る株をよく見かけたぜ。今もでしょ。で、カラーリングといえば、映画天気の子の夏日ピンク仕様もあったな。プラス3万円高で、このサマーピンクと特別仕様して、映画内で夏美が被ってたピンクのストライプヘルメットがプレゼントだ。おっさんには扱えないカラーリングですね。受注期間限定なので今は買えないけどな。劇中で夏美が株の後ろに森島を乗せて走るシーンは、フリクリの春子だよな。あっちは黄色のベストですけどね。エンジン仕様。C110 のエンジンは、排気量 109cc の OHC 単気筒で、最高出力は 5.9kW 8.0馬力 7500rpm、最大トルクは 8.8N 0.9kgF5500rpm、燃費はリッター 67.9kg で、航続距離は 278.3km だ。なんか、航続距離短くないですか？燃料タンク容量が 4.1 リッターだからな。仮に10リッターあれば 679kg だぜ。それは心強い。それに、今回は排ガス規制対応で燃費が落ちるかと思いきや、リッター 0.9kg 伸びてトルクもわずかにアップしてる。で、トルクがアップした分で一時減速比を下げて燃費アップ。でも変速比を全体的に上げることで加速力を補ってる。リッタークラスならまだしも、この排気量で燃費アップしてくるなんてすごいですね。重量は 2kg 増だけどフロントブレーキディスク化に ABS 装備。キャストホイール化でチューブレスタイヤとなり、商品としての魅力はアップしてるぜ。ホイールが変わってるので、雰囲気も結構変わった感じですね。トランスミッションは今まで通りクラッチ不要の4速リターン式なので、AT 小型限定免許で乗れるぜ。このあたりの仕様はダックスと同じだな。見た目は全然違いますが、値段もな。ボディサイズ、足回り。サイズは全長 1860mm、全幅 705mm、全高 1040mm だ。シート高は 738mm、重量は 101kg だな。数値的には先代より大きく重くなってるけど、誤差の範囲だぜ。細かいスペックを確認したけど、足回りの設定値に違いは見つからなかったぜ。いつも思いますが、株は日本人にちょうどいいホンダですよね。自転車感覚で乗れるし、レッグシールドで足元の風や雨も防いでくれますし、大きなフェンダーで砂利や水の巻き上げも少ないし、キックペダルもついてるから、バッテリー上がってもエンジン始動できる。頑丈でメンテすれば何十万キロでも走る。そして、近年のアニメ化、小説化、オフ会開催。話題に困りませんね。そういえば、アニメスーパー株の第2期は？まだ発表されてないな。第1期はホンダスーパー株総生産1億台記念作品って銘打たれてたから、次は2億台ぐらいじゃないか？そんなに待てませんよ。主要装備。主要装備に大きな変更はないようですけど、ホイールとブレーキぐらいですか？それ以外にも地味に変更されてるぜ。そうなんですか。じゃ、主要装備をチェックしていくか。ヘッドライト。おなじみ LED 丸型ヘッドライト。ウィンカー類はバルブだな。買ったら真っ先に LED 化する部分だ。ウィンカーを LED に変えてる株を見かけると、この人バイク好きなんだなってニヤリとしてしまいますね。リアキャリア&シート。形状に変更はないみたいだけど、リアキャリアはシルバーのメッキからブラックに変わってる。でもここはメッキの方が良かったかな。なんで、ブラックの方が雰囲気が締まっていいじゃないか。バイクをぶつけて傷つけたりメンテをサボって錆が出ても、メッキだと白錆だから目立ちにくいでしょ。ズボラなやつめ。メーター。新型では先代にはなかった液晶表示が追加されたぜ。ここには時計、ガソリン残量メーター、シフトポジション、走行距離などが表示される。ついに機械式の距離計がなくなりましたね。あれも味があってよかったのですが。心配するな。スーパー株50は希望通りの機械式だ。やっぱり、株はこれじゃなくっちゃね。その他変更点。キックペダルにゴムカバーがついたり、タンデムステップの形状が変更されたり、ちらっと見える駅間にも形状が変わってる。クランクケースのデザインも異なってるな。株を買う人って、そこまで違いを気にしますかね。株にスト並みに興味があるか、道具として扱って全く興味なしか。使い方にかなり差が発生するのも株の特徴だな。価格。さあ、お値段比較の時間です。元々の価格設定が令和時代においてはバーゲンセールなので、新型の価格がとても気になりますよ。それじゃ、まずはスーパー株110の価格だ。では、お値段をどうぞ。税込み、30万、2500円だ。先代からの価格差は2万、2000円だな。新型のスーパー株50は ?23万、6500円だ。その差は約7万円ですね。
110と50の違いは、50cc の2倍以上のトルク、太い前後タイヤ、ABS ブレーキありってところだな。車両重量や燃費、シート高に大きな違いはないぜ。それなら110にするかな。普通はそうなるよな。大は小を兼ねるし。こうして 50cc は姿を消していくんですよね。それじゃ、最後はライバル比較といくか。3、ライバル比較。今回の比較バイクは、こちら。ホンダ、スーパーカブ C125。ホンダ、クロスカブ110。GPX、トップ G、110。GPX。サイバーグランプリかな？ GPX は2007年に誕生した、タイを拠点とするメーカーだ。日本にも正規代理店があるので購入できるぜ。国内販売モデルは、150cc から 250cc の排気量で、フルカウルタイプのデーモン、ネイキッドタイプのレジェンド、そして今回のポップスの3タイプだ。日本の道路事情に合わせたサスペンションも YSS とコラボし販売してる。どんな感じなのかな？ネットの記事では、GPX は日本メーカー OB の技術指導を受け、生産技術や品質が向上したと書かれてたな。そう聞くと、印象はかなり変わりますね。知名度はまだ低いけど、注目メーカーだな。2022年の大阪モーターサイクルショーで見かけたけど、なんせこの形だ。こりゃ比較するしかないだろと思ってな。確かに。それでは、比較表、ドン。価格。ポップスのリーズナブルさが際立つな。でも別途送料ってありますけど。何これ？これな。公式ホームページにそう書いてあったんだよ。なので、合計おいくらなのかわかんない。送料によってはスーパーカブ110より高くなるかもね。そうすると価格面で不利になるし、きっと抑えてくれるんじゃないかな。スーパーカブ110と C125 の価格差は約13万円ですか。大きな違いは排気量、切削加工ホイール、キーレスだな。ガンガン使い倒すならスーパーカブ110、おしゃれに綺麗に乗るなら C125 だな。サイズ&重量。スーパーカブ110がこの中では一番コンパクトだぜ。シート高も低いし、車重も軽いしな。これなら自転車感覚で乗れそうですね。もちろんお気に入りカラーはタスマニアグリーンですね。汚れも目立ちにくい色だし、おっさんのゲタバイクにはぴったりだ。それに比べて、ポップスのカラーリングはカラフルだな。このスタイルにオレンジって、意外に似合いますね。エンジンスペック。C125 はこの中では一番排気量が大きいから、その通りの結果だな。スーパーカブ110と C125 の出力差って、出力は 1.8 馬力、トルクは 0.1kgF。M ぐらいじゃないですか。どれぐらい違うの？乗り比べたら絶対感じる差だぜ。小排気量での1馬力の差はでかい。気になるポップスとの差を確認したかったんだけど、エンジンスペックの記載がないんだよ。会社あるあるですね。ぜひ比較したかったです。サイズも重量も排気量もほぼ同じだけど、気になるのは排ガス規制対応がユーロ4ってことだ。なので、ひょっとしたら燃費はポップスのが上かもしれん。あり得る。ライバル比較はこんな感じだな。どのバイクも、よく似たデザイン、サイズなのでどれを選ぶか悩むところだが。では、ホンダ好きのレイムさん。今回のスーパーカブ110はどうだった？カブは、人生の上がりバイクだと考えてます。ほほう。ほどほどのパワーと軽い車体、大きな風貌にリアキャリア。多少のことでは壊れない頑丈さ。スピードでないからタイヤは全然減らないし、チェーンカバー付きで多少の雪道でも錆びる心配なし。そして燃費もいい。なので、カブは老後の楽しみにとっておいて、今しか乗れないバイクで今を楽しむことにします。お、ついに許可が出たのか？では、今回のお話は以上です。まだ OK 出ないのね。それでは、お次は青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。この動画が予定通り公開されてれば、今日は名古屋モーターサイクルショー NMC が開催され、青月は土曜日に YouTuber 合同オフで楽しい一日を過ごしてた。ってことになってると思います。来場された皆さん、一言ノート書いてくれましたか？何でもいいので書き込みいただけると、主は大変喜びます。で、新型バイクを一通り楽しんだら、そのまま南下して南知多までツーリングがおすすめですよ。セントレアのすぐ近くにある、明太パークとこまめで出来立て明太子を食べるもよし、丸和食堂では大きなエビ天ぷら食べるのも、エビせんべいの里ではエビせん食べるのも、食べてばっかだな。ツーリングの楽しみといえば、食事じゃないですか。途中の道の駅では、東海地方の味を楽しんでくださいね。刈谷ハイウェイオアシスならラーメン横綱、湾岸長島インターならハマグリラーメンがおすすめだ。ラーメンばかり。しょうがないだろ。好きなんだから。では、今回はこの辺で。それでは、See you!